ご視聴ありがとうございます。今回は、とある理由で勢いを失った路線のご紹介です。この路線ができた事情と、その運命を決定づけた出来事、そして変わり続ける路線で消滅した施設と、間もなく消滅する施設に注目です。私が今乗っているのは、JR 中央本線の下り列車です。中央本線は、東京駅から名古屋駅までを結ぶ路線。途中の塩尻駅を境に東線と西線に分かれており、それぞれ JR 東日本と東海が管轄しています。エリアによって運行系統が分離され、全線通し運転の列車はありません。今乗っている211系の路線図では、上り方は立川までの記載です。そして私が目指すのが、中央東線の中で西寄りに位置する、次の岡谷駅。中央東線を示す青い線はここで二手に分かれ、左にある塩尻駅までは2つのルートがあります。この列車は塩尻駅まで上のルートで行く列車、岡谷駅で下のルートを通る列車に乗り換えます。岡谷駅に到着です。パッと見2面3線に見えますが、この後ろには留置線が1本あります。ホームに降ります。乗り換える列車は、JR 東海の313系での運行で、会社は違えど対面乗り換えができます。これは始発列車ではなく、2つ手前の駅をこの列車より先に出て、岡谷駅で10分停車している間に接続を取るダイヤです。この先、特急を除けばどちらのルートも1時間あたり1本か2本と本数が少ないので、列車同士の接続は短時間で行えるようになっており、構内を見て回る余裕はほぼありません。接続時間2分で、ドアが閉まります。2名3線の駅かと思いきや、下り方に向かって右手には、1番線ホームを切り替えて作ったホーム、0番線があります。岡谷駅を出ると、左右の線路が頑丈な高架橋で高さを上げていき、この線路だけが地上を走ります。2本の線路は右手にそれ、山の中へと消えていきます。一方こちらの線路は相変わらず地上を走り、木製の枕木も多く、格差が目立ちます。立派な複線と一段を取る単線の線路。両者の歴史と位置づけを、ここでおさらいです。先ほどの路線図に映っていた線路の位置関係がこちらです。路線図では四角く描かれていますが、実態は大きく違い、下側のルートは南に大きく迂回しています。中央本線が最初に開業した時にあったのが、この迂回するルート。この不自然な遠回りには、このエリアを地盤とした政治家、伊藤大八が働きかけたからだとも言われている一方、真ん中に高い山があり、ここを貫くトンネルを掘るのが難しかったからだとも言われています。当時日本で最も長いトンネルは、同じ中央本線の笹子トンネルで、全長はおよそ 4.5 キロ。対して直線的に突っ切るルートでは6キロほどのトンネルが必要で、当時の技術力で掘れたのかには疑問が残ります。こうして生まれた遠回りルートは中央本線のメインルートの一翼を担い、地元では伊東の名を取って第八回りとも呼ばれました。特急列車も通ったこのルートですが、単線で輸送力に限界があったこと、技術の進歩で長いトンネルを掘れるようになったことから、ショートカットするルートの建設が進み、83年7月、緑子経由の新線に主軸が移りました。定期特急列車が経由しなくなってからも残っていた急行列車も、2002年12月に夜行急行アルプスが廃止されたことで全廃されています。そしてメインルートから外れたこの区間、今では辰野支線と呼ばれているものの、運行形態は特徴的なものになっています。途中にある辰野駅で JR 東海の飯田線が分岐していますが、飯田線の列車はほぼ全てが岡谷駅に乗り入れ、実質的に飯田線の一部として機能しているほか、一部の列車はさらに東京寄りに乗り入れています。一方、辰野塩尻間はほぼ全てが区間運転の列車で占められています。次の川岸駅に到着です。ポイントの速度制限は時速60キロで、それなりに規格の高い分岐器があります。ただしその先を見ると、上下線の左右にはさらに1線分ずつのスペースがあり、かつての賑わいが失われたのがわかります。一面2線のホームと駅舎をつなぐのは、手前にある跨線橋だけ。短い屋根と待合室は数年前に改修されたもので、2両分もカバーできない長さしかありません。この列車は3両編成で車掌が乗務しているため、それよりも先に止まります。
この手の駅によくある、奥の方が改修されていないホームがここでも見られます。ホームに降ります。ローカル線の1中間駅だけあって、降りる乗客はまばらです。発車する列車を見送り、ホームの先へと向かいます。アスファルトで舗装されているのはこの辺りまでで、ここから先は線路側のタイルもそのままで、かつての面影が残っています。この先にも白線の跡は残っていますが、黄色い点字ブロックまでは敷かれなかったようです。ホーム自体は150メートル程度で、20メートル車7両分しかありませんが、奥の方には12両の停止位置があります。かつては中央本線のメインルートの一部だったこの駅、単線区間で列車交換する必要から、相応の設備があったことが伺えます。前面展望にも映っていた駅舎を目指します。跨線橋の内部は改装などはされておらず、なんだか埃っぽい感じです。駅舎までの通路の屋根は、古いレールを使ったもの。フェンスを曲げて作られた植え込みが時代を感じさせます。通路の屋根の部材は駅舎の部材と組み付けられ、構造的に独立してはいません。看板を見る限り、この駅は岡谷駅が管理しているようです。駅舎に入ります。乗車券回収箱があるだけで、自動改札機はおろか、スイカの簡易改札機もありません。かつてあったと思われる窓口は塞がれ、左側にはポスター類がペタペタと貼られています。天井周りは質素な仕上げですが、木製の深い色合いのベンチや、先ほどのカウンターの脇にある装飾など、細かなところに風格が感じられます。駅舎内にある機械は、乗車駅証明書発行機だけで、この駅と隣の辰野駅は、スイカの利用範囲外です。JR 東海の路線の一部のようになっている川岸辰野両駅への設備投資には、後ろ向きなのかもしれません。この駅を発着するのは、ほとんどが飯田線系統の列車。岡谷駅を回り込んで塩尻駅やその先まで向かう列車もあり、あえて遠回りして岡谷駅を経由するところに、塩尻辰野間の置かれた状況が伺えます。最新技術とはあまり縁のないこの駅ですが、飯田線の列車が駅を発車すると、駅舎内にアナウンスが響きます。普通列車天竜町行きが岡谷駅を定刻通り発車いたしました。飯田線の列車が発車したことを JR 東日本の駅舎内で案内する。これはもはや飯田線。駅舎の外観がこちら。川岸駅は路線が開業した1906年ではなく1923年にできた駅で、この駅舎はその開業時からある木造の建物で、この右手には記念の石碑もあります。入り口のすぐ上に駅名入りの木板があるという、ポイント高めの施設ですが、駅舎入り口の右手にあった看板にご注目。そう、実はこの駅舎、今年2月に改修計画が発表され、建て替えが決まったのです。中央本線や飯田線でも数を減らしてきた中でも残っている木造駅舎でしたが、開業100年余りで役目を終えることになりました。新駅舎にはこの駅舎の素材が一部再利用されるほか、色合いも現駅舎に似せたものが採用されるなど、面影は残りそうな感じです。次の辰野駅へと向かいます。駅間距離は6キロあり、川岸駅から3キロ弱の場所に、かつて存在した信号場の痕跡があります。複線分の架線柱は今でも残っており、信号場は長さ500メートルほどという大幹線にふさわしいものでした。辰野駅に到着です。線路は増えていくものの表面は錆びついており、今では使われていないものがかなりを占めています。奥の留置線の上には架線が全くないため、すべて使用停止になっているのかもしれません。隣に停車しているのが、ここから分岐して塩尻駅まで行く路線で運用されている E127 系。オールロングシートではなく、クロスシートも備えた車両です。この背後には駅舎にベタ付きとなった単式ホームがあり、そちらには飯田線からの岡谷行き普通が止まっています。飯田線の列車が右側通行になっているのは、乗り換え時間の短いこちらの列車を対面乗り換えさせるのが理由のようです。ここで JR 東日本から東海の乗務員に交代です。少し時間があるので、駅構内をパパッと見て回ります。ホームと駅舎を結ぶ跨線橋は絶賛改築中で、駅舎丸ごと建て替える川岸駅と同じく、それなりの設備投資がされています。駅舎の外観がこちら。木造平屋建ての川岸駅舎より立派なのは、新ルートが開通したことによる見返りとして、駅舎が建て替えられたからです。
かつては書店やレンタルビデオ店、ハンバーガー屋などが入っていたそうですが、今ではテナントはありません。私が乗ってきた列車は、停車時間4分で発車していきます。乗り遅れると大変なので、乗務員がホームに出て、乗客にどの列車に乗るのかを尋ねます。それに遅れること3分、普通塩尻行きワンマン列車が、辰野駅を発車です。私が使った跨線橋は、ホームの端ではなく真ん中寄りにあるもので、ホーム自体はさらに長く、250メートル余りあります。中央本線と飯田線の分岐駅として賑わった頃が想像できますが、川岸駅と同じく、使われている部分はずっと少なくなり、かさ上げされているのも先ほど乗り降りしていた部分程度です。両線の分岐部分でも、架線中の幅よりも線路の数が少ないのが寂しいですね。ここから先、線路は谷に沿って走ります。地形も急で、幹線とは思えない急勾配が続き、列車本数も日中は2時間に1本程度にまで減ります。ただし急カーブはそれほど多くなく、結構速度を出します。辰野駅から5分、4.3 キロで、最初の停車駅、信濃川下に到着です。ホームの手前でぐぐっと曲がるのは、かつてあった交換設備が撤去されたからです。現在、中央本線の各駅で唯一列車交換ができないこの駅、1日平均の乗降客数は10人もいないようです。ホームは老朽化しており、かさ上げなどもされていません。一方、東京起点の221キロポストが、ここがかつて中央線の本線だったことを物語っています。また、枕木は軒並みコンクリート製になっており、JR 東日本の資本力が感じられます。信濃川下から4分、4キロ離れた小野駅に到着です。駅東側にあった線路は剥がされているものの、構内は2面2線。時間帯によっては列車交換も行われます。ここは愛知県へと向かう街道の宿場町で、その昔は中山道の宿場町でもありました。前後の峠が急なために中山道のルートが見直され、北に迂回して塩尻などを経由するルートとなったことで、小野は経由地から外れましたが、駅周辺には宿場町の面影があります。駅舎の外壁もここ数年で塗り直され、風情を感じさせるものになりました。一方、1日平均の乗車人員は100人未満であり、ホームはかさ上げされていません。なお、右のホームの反対側の線路は奥側の一部が残されており、保線用車両の留置線になっています。両端を含めて4駅しかない辰野支線、終点のアナウンスが入ります。それなりに快調な走りに見えますが、小野駅からおよそ 2.8 キロの場所で列車は速度を落とし、宇東トンネルに入ります。トンネル自体はほぼ直線ですが、老朽化が進んでいるためか、時速45キロの制限がかかっています。そしてトンネルを抜けた先、小野駅から 4.9 キロの場所にあるのが、東塩尻信号場の跡地です。1939年、輸送力増強のために新設されたスイッチバック式の信号場で、10年後には仮乗降場として旅客扱いもするようになりました。ホームは1両分程度しかなかったものの、ドアカットなどは行われず、車両によっては地面から直接乗り降りする必要がありましたが、83年7月の新ルート開業で旅客営業が終了し、3ヶ月後に完全廃止されました。そして先ほどのトンネルを境に勾配が変わり、ここからは下り勾配が続きます。ここは下り 25% ミルの勾配で、この辺りの区間が中央本線のボトルネックの一つだったのがよくわかります。木々の向こうには、中央本線の新線ルートが見えます。直線的な線形では線路の高さを下げきれないため、辰野支線はぐるりと回り込み、フルスピードで爆走できる新線とは逆に、こちらは速度制限を受け続けます。塩尻小野間の距離が他より長いとはいえ、速度が出ないこともあって所要時間が余計にかかり、辰野塩尻間の24分のうち、半分以上をこの一区間で使います。新線を走る E353 系が見えると、間もなく線路は新線に合流です。そして合流地点から500メートルの場所にあるのが、塩尻駅の旧ホーム跡です。現在、東京からの中央東線と名古屋からの中央西線が合流してから塩尻駅に入りますが、かつては塩尻駅の下り方で線路が分岐していました。82年5月に駅は今の場所に移転し、翌年7月に中央本線の新ルートが開業、今の形態になりました。中央西線の線路が近づいてきます。
塩尻駅は3面6線で、画面奥の5、6番線を中央再線、裏側の1、2番線を中央東線が使うのが基本です。真ん中の3、4番線は複数の系統が使うこともあり、番線案内には何も書かれていません。辰野駅から24分、塩尻駅に到着です。この列車は回送列車となり、逆方向の列車までは48分待ちとなります。短い路線ですが、途中に漂うこの路線の歴史を感じながら乗るのも面白そうですね。そして、開業から120年余りを迎える塩尻駅の歴史と随所に残る遺構は、また別の動画に続きます。ご視聴ありがとうございました。